こんにちは、ミッキーです。今回は日本橋カフェ&グルメ6選としてご紹介します。古き良き江戸の情緒と日本の首都東京の魅力が凝縮され、国内のみならず海外からも注目を集める日本橋エリア。東京観光の主要スポットを巡り切った方や長期滞在する観光客にとって東京の新たな魅力を発見するにはうってつけの街です。東京駅からも近い立地でありながら落ち着いた雰囲気の空間で美味しい料理を楽しめるのも大きな魅力。サラリーマンが行き交う土地ですけれども、近年はテレワークの普及もあり、仕事のニーズに応えるべくカフェやワーキングスペースも増えてきていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、東日本橋駅の近くにありますブーケ。2022年9月に誕生しましたパンが魅力のカフェレストランブーケ。隣接の人気ベーカリービーバーブレッドの姉妹店になっています。創業者であります割田健一シェフは、フレンチの名店レカンの出身。日本にフランスのパンを伝えたフィリップ・ビゴシからパン作りを学び、2007年には日本代表としてモンディアル・ドゥ・パンにも出演した経験があるとのことです。そんな割田シェフが2017年11月にオープンしたのが姉妹店ビーバーブレッド。東日本橋という下町エリアで食パンやメロンパンなどの日本のパンを割田シェフ流にアレンジしたパンは瞬く間に人気を博し、2022年にこちらのブーケが誕生しました。馬喰町エリアの各駅から徒歩1分の好立地にありまして、コンクリート打ちっぱなしの壁にブーケが飾られましたおしゃれな外観。店内に入りますと、コンクリートの壁という一見無機質な空間にマホガニー調の家具や電球のフロアランプ、曲線型のカウンターなどが配置されておりまして、温かみのある雰囲気。そんなブーケさんの最大の特徴は、冒頭にご紹介しましたビーバーブレッドのこだわりのパンを使用したフードメニューが楽しめること。飾らない食パンだからこその実力を感じることができますトースト。その他にも塩あんバタートーストやホットドッグなど一工夫加えたメニューが豊富に揃っています。また先ほどからご紹介していますビーバーブレッドのパンを持ち込むこともできるとのことなので、お好きなパンを購入してドリンクと一緒に楽しむというのもいいかもしれません。その際にはワンドリンク制になっていますのでご注意ください。さて、ランチの時間帯11時から14時まではランチプレートの提供もございます。キッシュやキーマカレートーストなどのお食事にサラダ、スープ、ドリンクがセットになっているとのことです。さて、そんな数々のメニューの中からこの日にオーダーしましたのはベーコンエッグサンドとエスプレッソ抹茶ラテ。卵の黄身がとろっと滴るベーコンエッグサンドは、運ばれてきたその瞬間から食欲をそそってくれるような一品です。がっつりジューシーなベーコンの脂とふわとろ卵、そして芳醇な小麦の香りとパンのサクサク食感が魅力的でした。そしてドリンクでいただきましたエスプレッソ抹茶ラテ。一見すると普通のラテのように見えるんですけども、そこには抹茶が含まれています。かき混ぜますと抹茶が広がりまして、エスプレッソとミルクが溶け合いながら抹茶の風味を感じることができるような一品になっていますので、そちらもぜひ堪能ください。続いてご紹介しますのは、茅場町からリワードコーヒーさんです。ちょっとした贅沢を日常にというキャッチコピーのもと、2023年茅場町に誕生しました。大きなガラス窓とシンプルな雰囲気が特徴的で、外観はとても開放的。店内に入りますと、木のぬくもりを感じることができるような雰囲気が広がっています。また奥にはソファー調の長椅子もあったりということで、ゆったりとくつろぐことができるような空間でもあります。
そんな店内では Wi-Fi を利用することもできまして、電源も完備されていますので、この日もお仕事で利用されている方も散見されました。メニューはクロワッサンプラスドリンクのお得なモーニングセットに加えまして、キーマカレーやサラダなどのランチプレートなどセットメニューを中心に提供されています。そんなリワードコーヒーさんのこだわりは、焙煎後1週間以内の最も鮮度の高いコーヒー豆を使用している点、希少価値の高い豆を使用したハンドドリップで素材の味を楽しむことはもちろん、一番人気の塩キャラメルラテなどでカジュアルにコーヒーの魅力を楽しむこともできます。コーヒー系ドリンクの他にも丁寧に抽出しました水出しアイスティーや沖縄県石垣産パインジュースなどもありまして、様々なニーズに応えてくれるラインナップです。さて、そんなリワードコーヒーさんにはシグネチャーとなるフードメニューが2つ。1つはキャロットケーキ。贅沢な素材にこだわった重量感のあるキャロットケーキには、新鮮で甘みのある人参にシナモンやナツメグなどのスパイスが加えられていまして、一口含むとスパイスの風味が広がるとか。もう一つはクロワッサン。今回はクロワッサンの中からリンゴクロワッサンとアイスカフェラテをセットにしていただくことにしました。このクロワッサンは半日以上発酵させたフランス産バターをたっぷりと使用することで、コクが深まった発酵バター特有の深みを感じることができます。こちらのクロワッサンもバターのじわっとした濃厚さやリンゴの酸味がマッチしたような味わいになっていました。続いてご紹介しますのは、小伝馬町にありますコンフォートスタンドさん。日々立ち寄る、日々に寄り添っているをコンセプトに、2019年東京汐留のイタリア街に第1号店をオープンしたコンフォートスタンド。以前にそちらのお店も実はご紹介していまして、その後池袋編でもお店をご紹介しています。そんな私も大好きなコンフォートスタンドさん。今回は2号店として2023年9月にオープンしたこちら日本橋の店舗を訪れています。熊本を代表するコーヒーロースター&コーヒーロースターズの山根さんと代々木上原を中心にフレンチビストロや居酒屋を経営する丸山さんがタッグを組みましたコンフォートスタンド。その間違いのないクオリティはまさにコーヒー好き必見の店舗です。ゴールドの洗練されたロゴが特徴的で、店内も温かい照明とシンプルなインテリアがとても心地よいです。木製の家具にインダストリアル調のブラックが随所に使われまして、リラックスしたムードの中にどこかキリッとした空気感をまとっています。店内は電源や Wi-Fi も完備しておりまして、コーヒー片手にお仕事をすることも可能です。特にこちらの日本橋の店舗はビジネスパーソンが溢れている土地でもありますので、お仕事をされている方がフラッと立ち寄ってコーヒーをテイクアウトする様子も印象的でございました。特にこちらの店はフードメニューが充実しているのも特徴的で、期間限定で登場するオリジナルのパウンドケーキ、定番のクロワッサンや武蔵境にありますチョコレート専門店ショコラティエカイトが手掛けます焼き菓子など、小腹を満たしたい時にはコーヒーに合うフードメニューやスイーツをいただける点もおすすめな点です。さて、特に注目なのはやはりコーヒー。丁寧に抽出していただけますハンドドリップは豆本来の味わいに加えまして、焙煎師さんのこだわり製法を感じることができ、コーヒーの奥深さを味わいたい方にぴったりなお店になっています。日本橋のお店では静岡にありますエイトスコーヒーロースターズさんの豆を取り扱っているとのこと。木豆に近い浅煎りならではの新鮮さを大切にしているエイトスさんの豆をぜひ体験してみてほしいです。さて、そんな中、この日に私が注文しましたのはベーコンマーマレードチーズクロワッサンセット、そしてカヌレです。ベーコンを挟んだクロワッサンの上にたっぷりのチーズとマーマレード、そして仕上げのブラックペッパーを添えています。ベーコンにマーマレードというあまり聞き慣れない組み合わせですけれども、甘い×しょっぱいのコンビネーションは絶妙でとても美味しかったです。これではなかなか出会うことのできないこちらの味、ぜひ試してほしいです。加えていただきましたカヌレ。カヌレはカリッとした表面に芳醇なコクのラム酒と甘い香りのバニラが効きましたふわふわ、そしてもちもちの生地が美味しい大人のスイーツ。やはりコーヒーとの組み合わせが抜群でございますので、ぜひこだわりのコーヒーと一緒にいただいてみてほしいです。また、この日にいただきましたセットのアイスカフェラテもコーヒーの風味をしっかり感じることができます味わい。コーヒーにこだわりますコンフォートスタンドさんならではの妥協のない一杯をぜひこのカヌレやカイトさんのフードメニューと合わせていただいてみてほしいと感じました。
続いてご紹介しますのは、2024年8月にオープンしました、ワークスペース&バー56。早朝から夜までワークスペースとして利用できる魅力のスペースでございまして、もちろん電源完備&高速 Wi-Fi 完備です。ワークスペースと名前がついています通り、仕事にはうってつけのスペースになっていまして、Wi-Fi の速度は特に速かったです。実際に計測させていただいたところ、下りの速度が約 1Gbps と爆速でございました。通常 10Mbps あれば、動画視聴程度であれば余裕ですけれども、こちらはなんとその100倍の 1Gbps 出てましたので、その速さが伺えるかなと思います。他には無料のモニター貸し出しができたり、電話会議用の個室が2部屋完備されていたり、何かと重宝する空間かなと感じました。私も普段はリモートで仕事をしているんですけども、平日こそ会社のオフィスや契約しているテレワークスペースで仕事ができますが、土日祝日に関しましては個人で仕事ができるスペースを探すの結構大変だなと思っています。そんな時に使えるスペースとしてとてもおすすめになっているかなと感じました。特にゴールデンウィークや年末年始に関してワーキングスペースも閉鎖している空間があるということもありますので、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、それこそ最近流行りの副業を始めたいという方には特にお勧めできるかなと思いました。こちらのスペースはソフトドリンクが飲み放題、炭酸系やジュース、加えてコーヒーはアイスホット両方用意していますので、ワーキングスペース利用中は飲み物に困ることはないかなと思います。また、スナックコーナーにはお菓子やカップ麺なども用意がありますので、小腹が空いた時の補給もバッチリです。利用料金は1時間880円、1日あたり最大3300円になっています。また、契約することで1ヶ月1万1000円でご利用することもできますので、ぜひ気になる方はそちらも相談していただくといいかなと思います。営業時間は平日は9時半から、日曜日祝日も10時からやっていますし、金土に関しましては23時まで営業されています。そして特徴的なのは平日16時以降がバーをオープンする点。朝から作業して夕方以降はお酒を飲みながら談笑というのもいいかもしれません。こんな感じでバータイムにはまたちょっと違った光の加減になっていまして、落ち着いた雰囲気で楽しむことができます。そんなバーのメニューもとても本格的。ウイスキーは特に充実していまして、ジャパニーズウイスキーをはじめ様々。年代物も取り揃えていますので、2の方でも満足できるはず。もちろんビール類もクラフトビールを取り揃えていたり、とても充実していました。なお、土日祝日に関しましては、終日バータイムになっているようです。なお、お会計につきましては、現金は NG になっていますので、その点はご注意ください。そしてもちろん予約も可能。お店の公式 LINE から予約できるのと、初回は1時間無料になっていますので、ぜひ概要欄の公式 Instagram から確認していただいてチェックしていただければと思います。参考程度にご紹介しますと、過去に私がご紹介しました丸の内のツタヤシェアラウンジに比べますと半額ぐらいの費用感かなと思っています。確かにシェアラウンジたくさんメニューもありますし、充実しているような印象ではあるんですけども、仕事で訪れながらあれほどたくさんのメニューを食べるかというと少し疑問がありますので、仕事に集中したい方、そして少しでも費用を抑えたい方に関しましては、こちらのスペースとてもおすすめかなと思います。個人的なおすすめとしましては、仕事は仕事で集中しつつ、特にこのカフェチャンネルを参考にしていただいて、仕事が終わった後に美味しいものを食べに行くというのがおすすめかなと思っています。さて、この日もせっかくなので、ウイスキーをいただくことにしました。こちらは山崎のシングルモルトになっています。目の前で注がれます極上の一杯。ぜひ皆さんも体験いただければと思います。続いてご紹介しますのは、暴露横山からブリッジコーヒー&アイスクリームさんです。靖国通りと江戸通りが交わる浅草橋交差点。その角に立ちますダークネイビーのタイルと刻まれた白い文字のコーヒーが印象的な建物に入居するお店がこちらの店です。2017年にかっぱ橋から浅草橋へ移転オープンしたこちらのカフェ。いずれの地名にも橋が入っていることから店名にもブリッジを入れたとのことです。レトロモダンなビルは昭和初期の建造物をリノベーションして作られたもの。東京大空襲で焼け野原になった中で残りました数少ない建造物の一つです。新しいビルがひっきりなしに建造される都内で戦火を乗り越えた歴史を感じることができるビルの存在は過去、現在、未来をつなぐ貴重な建物になっています。木製のインテリアを中心に構成されていまして、読書や作業がはかどりそうな大きなテーブル席からお話をするのにちょうどいいテーブル席など様々な種類の座席がありますので、ぜひ空いている席から好きな席を選んでいただいてひとときを過ごしてみてほしいです。
メニューは店名の通りコーヒーとアイスクリームがメイン。そんなコーヒーとアイスを一挙に楽しみたい方には、コーヒーにアイスをトッピングしたカフェコンジェラートという提供もありますので、そちらを注文するのもいいかもしれません。そしてコーヒー系のメニューは注文後に1杯分ずつ豆をひいて入れてくれますハンドドリップの本格派。この日もカウンターに複数の豆がラインナップされていました。そしてアイスクリームですけれども、アイスクリームはシングル、ダブル、トリプルから選ぶことができまして、季節によって異なったフレーバーを楽しむこともできます。またカウンターには焼き菓子の提供もありますので、アイスクリームだと少し寒いなと感じる方はコーヒーとこちらの焼き菓子をいただくのがいいかもしれません。さて、そんな数々のメニューの中からこの日は温かいラテとアイスクリームのダブルをコーンで注文しています。アイスクリームに関しましては数々のラインナップから今回はピスタチオとマンゴーをチョイスしました。今回パイナップルマンゴーは50円プラスだったんですけども、種類によってはこういった追加料金があるパターンもありますので、確認していただきつつ注文するのがいいかもしれません。酸味のあるパイナップルとさっぱりした甘みのマンゴーがちょうどよく合わさったパイナップルマンゴー、加えて濃厚なピスタチオの組み合わせを楽しむことができました。またコーヒー豆にもこだわったラテと合わせていただくことができましたので、まさにブリッジさんらしさを体験することができました。そして最後にご紹介しますのは、元祖担々麺と肉汁餃子専門店、人形町の天秤坊というお店です。こちらは2021年12月にオープンしています。中華一筋17年、ミシュラン掲載店出身で毎日中華を食べている中華オタクシェフが織りなす料理と豊富なお酒を楽しめます中華料理店。名物は店名にもなっています担々麺と肉汁餃子。担々麺だけでもなんと10種類以上の種類がありまして、担々麺好きにはたまらないラインナップになっています。辛さは種類によって異なりますけれども、お好みで辛さ増しをすることも可能とのことです。こちらで提供されます担々麺は最後まで飲み干したくなるような中毒性のあるスープが魅力でございまして、この日も十分に堪能することができました。数種類の香辛料をブレンドして作り上げた奥深い旨味のある辛さと、香りにこだわった自家製ラー油、厳選したごまをふんだんに使って仕上げた一品になっていますので、ぜひとも皆さんもご体験ください。さて、早速この日はプレミアムモルツとレモンサワーいただきました。先ほどご紹介しました通り、アルコール類非常に充実していまして、他にもワインがあったりとか、サワー系だと水ジンソーダ、そしてウイスキーは角杯に加えて、青、知多、山崎、白州と豊富に取り揃えていました。また、焼酎系もイーチコや霧島が用意されていましたし、中華料理店ということもありまして、紹興酒も用意されていました。もちろんソフトドリンクも注文可能なので、アルコールが苦手な方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、まずこちらいただきましたのは北京ダック。北京ダック注文してもちょっとボリュームが足りないなと感じることも多いかと思うんですけども、こちら綺麗に成形していただいた上で提供されつつ、しっかり味わいを感じることができるような満足感たっぷりの北京ダックになっていました。そしてこちらはもう一つの看板メニューであります肉汁餃子。手包み製法でしか生み出せないような皮とあんのバランスを追求されていまして、具がぎっしり詰まった餃子は食べた瞬間に新鮮な野菜と豚肉の旨味が肉汁とともに溢れ出すような一品。一般的な餃子が約 20g で提供されるんですけれども、こちら天秤坊の肉汁餃子はなんと約 50g、ずっしりと味わうことができます通常の2倍のサイズの餃子。ふっくらまん丸したフォルムがとても可愛らしく、味も美味しくいただくことができました。またニンニク不使用ということもありまして、口臭を気にせず楽しめるところもおすすめかなと思いました。その代わりに生姜の風味がしっかりと広がっていまして、タレ不要な美味しさも抜群でした。こちらは天秤坊の肉団子ユイシャンソースです。こちらの肉団子も肉の旨味がしっかりと詰まりつつ、このソースとの組み合わせが抜群でございました。続いていただきましたのはカニ入りフカヒレスープ。フカヒレを贅沢に使った濃厚なスープ。サイズは気持ち小さめかなと思ったんですけども、味が詰まっていてしっかりと濃厚な雰囲気は抜群かなと思います。ぜひこのトロトロとした食感と間違いのない味わいを体験してみてほしいです。加えてカニの味わい、そして風味もマッチングしていましたので、そんな一工夫も味わいをさらに深めてくれているのかなと思いました。続いてこちらはよだれ鶏。お皿への盛り付けも含めましてとても美しくいただくことができます。特にこの天秤坊さんの味付けの中で、その香辛料の伝え方が素材の味わいを引き立ててくれているなと感じまして、まさにそんな組み合わせを感じることができるようなよだれ鶏になっていました。この日はビールの後に水ジンソーダをいただいたんですけれども、そんな水ジンソーダ、
と個人的な感覚ではマッチングするような一品だったかなと思ってます。そして締めはこちらの元祖担々麺。先ほどご紹介した通り、数種類の香辛料をブレンドして作り上げた本格中華の味わい。麺は創業70年の老舗製麺店から理想の担々麺向けに特別にいただいた特殊麺。滑らかさ、コシの強さ、食感、口当たり、スープとの相性がこだわりのポイントだとのことです。茹で時間も秒単位で何度も試行錯誤したという極上なバランスを堪能することができます。今回様々なメニューをいただきましたけれども、この担々麺だけでも十分に満足できるかと思いますので、お仕事の後に美味しいお酒と担々麺いただいて帰りたいという方にも特におすすめな店舗かなと思いました。以上、今回は日本橋カフェ&グルメ6選としてご紹介しました。今回はせっかくなので朝から夜まで楽しめるようなコースとしてご紹介しています。冒頭でご紹介した通り、日本橋エリア自体がサラリーマンが多いなという印象もあるんですけども、やはり観光客も最近は増えてきているかなと思っています。そんな空間だからこそ、カフェもグルメも仕事も観光も全て楽しめるところが魅力かなと思っています。カフェ&グルメとしては今回が3回目ですけれども、カフェ特集としても過去に5回ご紹介していますので、可能な限りチェックしていただいて、お気に入りの店を探しつつ、一日中日本橋を楽しむような計画を立てられるのもおすすめかなと思います。また、立地としても東京駅から近いので、例えば上野や浅草に訪れた後、そして冬の季節だとイルミネーションを訪れた後、東京駅から帰る前の時間として活用いただくのもいいのかもしれません。ぜひこれからの季節を充実させるためのヒントとして活用ください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。